NPO レバールドのダンサーをやっている田中康介と申します。で、僕は25歳で、世界中の個人でダンスを教える活動をしていまして、ダンスパフォーマーとしても、国内外で活動をしています。中学生の時なんですけど、ベトナム戦争にちょっと興味を持って学校の授業で世界平和っていうのをちょっと興味を持ち始めて、高校でベトナム語を3年間勉強しました。で、その時ちょうどマイケル・ジャクソンも好きだったのでダンスを独学でやってました。で、大学に入る時に世界平和も学べて、ダンスもできて、ベトナム語もできるっていうことで、立命館アジア太平洋大学っていう大学があるんですけど、そこで学ぶために入りました。学問でも世界平和を勉強したんですけど、よりやっぱり自分で世界を見ていった方がいいなと思って、大学生から本格的に旅を始めました。世界74カ国を旅して、卒業後もその NPO っていうのを仲間にその話をしたところ、じゃあ一緒にやろうっていうことで NPO 法人レバールドができて、今世界中の個人の子供たちとかと一緒にミュージカル映画を作っているっていう感じです。世界中の難民キャンプとか個人とかスラムとか行った時にダンスを一緒に踊ることでみんなが笑顔になったりとか、そういう瞬間で、その中で子供たちが自分の行きたい道っていうのを見つけて、踏み出すっていう姿も見てきたので、子供たちが笑顔になった。で、その笑顔の輪が世界中にどんどん広がっていく。で、その世界中の子供たちが出会って、またみんなで一緒に夢を叶えていくみたいな、そういう世界がすごいイメージできたっていうのが、その世界を回っていろんな子供たちと出会ってきて感じたことかなって思います。自分は夢を叶えられるっていう風に確信した出来事、ガクトさんと出会ったことなんですよね。ずっとエンターテイナーとしてガクトさんを10年ぐらい前から尊敬をしていて、2018年ぐらいからですね、インスタグラムで僕も始めて、2018年ぐらいが本格的に。で、自分のこの世界中の活動の様子を載せてたんです。ガクトさんにすごいメッセージを送ってたんですよね。テレビに出るたびに、すごい見ましたみたいな、尊敬してますみたいな。で、もちろん全然メッセージ返ってこなかったんですけど、ずーっと1年ぐらい送ってたら、返ってきたんですよね。で、それがお前すごい活動してんなみたいな感じで僕のプロフィールが飛んでくれて、僕の活動を見てくれたんですよ。それがきっかけで、じゃあマレーシアおいでよみたいな。ガクトさんからメッセージ来て4日後ぐらいにもうチケット取ってすぐ行って、ガクトさんと本当に半日ぐらい話す機会が伝え聞いて話すこともあったんですけど、そのガクトさんとの出会いで夢を叶えられると思ったし、エンターテイナーとして成功してまたガクトさんに会おうみたいな風になった出来事かなって思います。ダンス界で言うと多分本当に超有名人と本当にありがたいことに合わせていただいてて、例えばアメリカズゴットタレントっていう有名なショーで優勝された海老名健一さんとか、世界一の双子ダンサーというレッドツインズのダパンプの健三さんとか、ちょっと尊敬してて会いに行ったんですけど、僕多分かなりしつこくて、多分夢に対する執着心とかもあると思うんですけど、尊敬する人から得たいみたいなことをすごい考えてたことがあって、僕もその存在になりたいっていうふうに強く思ったので、今は世界で活躍するエンターテイナーっていうのを目指して、YouTube とか TikTok とか今いろいろ始めて、そこに近づけるような風に頑張っていってるって感じですね。2015年が僕一番多分夢叶った年で、たくさんマイケル・ジャクソンの振付師のトラビス・ペインっていう方がいるんですよね。This is It の本当に、総監督じゃないんですけど、その人のオーディションを受けたことがあって、バックダンサーとして選ばれて、横浜のスーパーアリーナでパフォーマンスする機会があったんですよ。だから本当8000人とかの前で踊らせてもらうっていうことがあったんですけど、その時の歓声とか、一緒に踊ってるんだっていうこの興奮がもう今でも忘れられなくて、もう数千人数万人の人が僕のために来てくれるようなショーをいつか作りたいなっていう夢も、それがあってできて、その後に自分でショーを企画してワンマンショーっていう形を人生で初めて有料のショーを開いたんですけど、もう友達みんなが来てくれた。で、その友達がみんな繋がったみたいな瞬間があったんですね。それが今でも忘れられなくて、ショーがあったからこそ自分はできるんだっていうふうにもっと思ったので、それをもっともっといつかこの 2,3 年後とかでもっと大きなショーをやって多くの人に感動を届けられるようなエンターテイナーになりたいなっていうふうに感じた出来事でしたね。はい。夢は叶う。僕がやっぱ人生歩んでいく中で夢を否定してくる大人ってたくさんいたんですよね。で、そ
それとは別に、なんかこう、本当に夢を叶えている人たちもたくさんいて、で、僕はどっちかっていうと、そういう夢を叶えている人たちとたくさん出会ってきたんですけど、その人たちの共通点って、やっぱり自分を信じることだったので、なんかそれができさえすれば、本当に夢は叶うと僕は思っているので、それを世界中の人たちに伝えたいなと思います。